今日は生姜春巻きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、生姜春巻きを作っていきたいと思います。今のね、寒い時期にぴったりな生姜をたっぷり使った体も温まるとても美味しい一品になります。今回ね、生姜以外にも豚肉、長ネギ、大葉、こちらの食材を入れて作っていきたいと思います。巻く時のポイントなどもね、いろいろありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材などの材料をご紹介します。材料はこちらです。春巻きの皮、生姜、豚バラの薄切り肉、長ネギ、大葉、こちらの材料を使って作っていきます。まず今回生姜の春巻きということで、生姜はたっぷり使っていきます。そして生姜以外に大葉とあとは長ネギを加えていきます。あとは肉類ですね。こちらは豚バラの薄切り肉を使います。こちらお好みで鶏ささみなどを使っていただいてもいいかなと思います。こちらはお好みでやってみてください。それでは続いて味付けの調味料とその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。お醤油、みりん、おろしにんにく、ごま油、胡椒、薄力粉、お水、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まずですね、味付けなんですが、豚肉に味付けをしていきます。その時に使うのがお醤油、みりん、おろしにんにく、ごま油、胡椒、こちらの材料で味付けをしていきます。薄力粉とお水に関しましては水溶き薄力粉にして、そして春巻きの海苔として使用していきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずはじめに豚肉を切っていきます。こちら薄切り肉をまず4等分に切ってください。はい、このように切ってください。もう切ってあるものに関しましてはそのまま使っていただいても大丈夫です。そしたらですね、適当にこちら剥がします。ちょっとパラつかせてください。このように広げたら胡椒をかけましょう。全体になじませます。こちら片面だけで大丈夫です。そしたらですね、ボウルを用意してください。この中に調味料を加えていきます。まずお醤油、みりん、ごま油、そしておろしにんにくを入れます。これをよく混ぜましょう。はい、このように混ぜてください。そしたらですね、この中に豚肉を入れます。そして優しくなじませてください。お肉を崩さないように注意してください。はい、このように下味をつけます。こちらはね、このまま下味をつけておいてください。それでは続いて生姜ですね。こちらはね、スプーンなどで皮をこそぎ取ってください。皮付きの状態でやっていただいてもね、OK です。こそぎ取るのはざっくりで大丈夫です。はい、でこそぎ取ったらこの乾燥している両先端は切り落とします。そして半分に切ってあとは薄くスライスしましょう。だいたい5ミリ幅ぐらいで切ってみてください。そしたらね、こちらを縦に切って細切りにします。これもね、だいたい5ミリ幅ぐらいを目安に切ってみてください。ちなみにね、今回使用している生姜は土生姜になります。はい、このようにスライスします。そうしましたら残りの生姜もね、同じようにスライスしていきます。あとはね、同じように細切りにしてください。はい、生姜はこのように切ってください。そうしましたら続いて長ネギですね。まずね、根元を切り落とします。そしてこちらもだいたい4センチ幅ぐらいで切ってください。切ったらですね、まず半分に切って中のね、この軸の芯の部分ですね、こちらを一度取り除きます。そしてこのようにね、平べったくして細切りにしましょう。このね、芯の部分も一緒にね、細切りにします。はい、こんな感じです。別々で切っていただいた方がね、切りやすいと思います。それでは残りも同じように細切りにしていきます。はい、長ネギはこれで OK です。それでは続いて大葉ですね。こちらは茎の部分を揃えて茎だけ切り落とします。大葉はこのように準備しておいてください。はい、お肉をつけてだいたい10分ほど経ちました。そしたらここに切った生姜を入れてください。そして軽くね、混ぜてください。
そして生姜にも軽く下味をつけます。お肉と同じようにつけてしまうと下味がつきすぎてしまって生姜の香りが少し軽減してしまいますので、お肉を10分ほどつけた後に生姜をなじませてください。長ネギはこのまま使用していきます。それではですね、続いて水溶き薄力粉を作っていきます。まず器に薄力粉、そしてお水を入れてください。これをよく混ぜましょう。水溶き薄力粉はこれで OK です。春巻きを巻く前に必ず準備しておきましょう。では巻いていきます。まず春巻きの皮を1枚取ってください。春巻きの皮なんですが、ツルツルしてる面とザラついてる面があります。ツルツルしてる方を下向きにして、ザラザラしてる方を上向きにしてください。そしたらね、手前にお肉と生姜をのせます。こちらバランスよくね、のせてみてください。そして長ネギをのせます。長ネギと生姜はね、同じぐらいの量でいいかなと思います。そしたら手前の皮をくるっとかぶせて、そして一巻きしてください。一巻きしたら両端を折り込みます。折り込んでもう一巻きして、そして大葉の表面を下にして、ここに大葉を挟みます。こんな感じです。あとはこのね、巻き終わりのところに水溶き薄力粉をつけましょう。そして手前からくるっと巻いていきます。はい、このように巻いてください。巻き終わりはね、きちんと留めましょう。今回ね、だいたい10センチ ×3 センチぐらいの春巻きになってます。厚みはこのぐらいです。中の具材が生なので少し薄めに巻いてください。それではね、残りも同じように巻いていきます。全部巻き終わりました。それでは今からこちらを油で揚げていきます。ではフライパンを用意してください。まずフライパンの底から 1.5 センチぐらいの油を注ぎ入れてください。春巻きを揚げる時はね、たっぷりめの油で揚げると綺麗な仕上がりになります。ちょっとね、油を節約したい場合は少し小さめのフライパンや小鍋を使っていただくといいかなと思います。そして火にかけます。火加減中火です。160度ぐらいまで油を温めてください。はい、適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時にゆっくり菜箸の先からプクプクプクっと細かい泡が出るぐらいです。そしたらやけどしないように入れていきましょう。今回160度ぐらいの温度から揚げ始めて、だいたい160度から170度ぐらいで揚げてください。中身が生の状態なのでだいたい4分から5分ぐらいですね、じっくり揚げていきます。あんまり動かしすぎると油跳ねしやすくなるので、動かしすぎには注意してください。1分ぐらいしたら裏返しましょう。巻いてる時なんですけれども、もしね、お肉と生姜が少しつけだれでね、水分が多くなった場合はキッチンペーパーなどで拭き取ってあげるようにしてください。水分が多い状態で巻いてしまうと、こちらも油跳ねの原因になりますので注意してください。あとはね、時折裏返しながら揚げてください。はい、美味しそうに揚がりました。このようにいい揚げ色になったものから取り出してください。はい、このようにね、美味しそうに揚がってます。それではね、残りも同じように揚げてください。はい、全部揚げ終わりました。このように美味しそうに揚がってます。このままだいたい3分ほど油を切ってください。はい、これで生姜春巻きの完成です。こんな感じに仕上がりました。中身はこのように生姜と長ネギ、そして豚肉がたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。表面に大葉が来てるので彩りもよく、とても綺麗な仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。もうね、生姜がたっぷり入っててすごく美味しいです。大葉の香りもすごくアクセントになってます。豚肉と生姜の相性が抜群ですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の生姜春巻きのポイントです。まず具材なんですが、今回生姜以外にも長ネギとお肉と大葉を入れてます。お肉に関しましては今回豚バラの薄切り肉を使ってますが、こちらはお好みのものを使っていただいて OK です。鶏ささみなどを入れても美味しいと思います。そしてまずはじめにお肉を食べやすい大きさに切って、その後胡椒をかけて下味を10分ほどつけておいてください。生姜もお肉と同じタイミングで漬け込んでしまうと味がね
ね染み込みすぎてしまって生姜の香りが軽減してしまいます。なので生姜は巻く直前に軽くねつけだれを絡めてください。長ネギに関しましてはこちらはね味付けせずにそのまま巻いていただくといいかなと思います。そして巻く時のポイントです。巻く時はまず手前に具材をのせて、そして一巻きしてください。一巻きして両端を折り込んで、またパタッと折り込んだら大葉を挟んで、そしてくるくる巻いて、最後はね海苔を塗ってきちんと口を閉じてください。そうすることで表面に大葉も出て綺麗に包むことができます。具材に関しましてはあんまり入れすぎるとね火の通りも悪くなりますので、入れすぎには注意していただけたらと思います。そしてお肉などをのせる時なんですが、つけだれがたくさんついてちょっとね水分が多めの時はペーパーなどで一度ねつけだれを拭き取ってからのせるようにしてください。水分がたくさんある状態で巻いてしまうと油跳ねの原因になりますので注意していただけたらと思います。なので生姜を加えてさっと和えたらざるにあけていただいてもいいかなと思います。そしてあとは揚げるだけなんですけれども、揚げる時はですね今回生のお肉を使ってますので160度から170度ぐらいの温度でじっくり揚げるようにしてください。今回私はね5分ほど揚げてますが、だいたい5分前後ぐらいを目安に揚げていただくといいかなと思います。もし心配な場合は5分経ったら1本取り出して半分に切ってお肉が生じゃないかチェックしていただくといいかなと思います。あとはねしっかり味もついてるのでこのまま美味しく召し上がっていただけます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は生姜春巻きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。